皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日は朝からとてもいいお天気でした。ビニールハウス内の気温は32度もありました。そしてここ数日は朝晩の気温がとても低く、満開の桜も散らずにまだ咲いてくれています。1月に仕立て直ししたこの寄せ植えを覚えていますか？なぜかまだこのピーチプリデだけ根付いていませんでした。根付いていないピーチプリデは葉がしわしわですが、根付いている方のピーチプリデを見ると葉に張りがあり、違いがよくわかります。そして先週植え付けたピーチプリデです。まだ1週間も経っていないので変化はありませんが、今後の成長がとても楽しみです。そして今日は去年の夏に徒長させてしまったこのマクドガリー×ラウレンシスを仕立て直ししていきます。横から見ると茎が長く伸びてしまっているのがよくわかります。とりあえずロゼット部分をすべてカットしていきます。花芽もいらないのでカットしておきました。名前の通りこの子はマクドガリーとラウレンシスの交配種になりますが、どちらかというとお母さんのマクドガリーにとてもよく似ている多肉になります。脇芽が出てこんな風にたくさん増えてくれますが、お母さんのマクドガリー同様にこの子もランナーを出して増えてくれる多肉です。ちなみにこれが親株のマクドガリー×ラウレンシスです。今は花芽を長く伸ばして赤い小さな花が咲いています。こんなに長く伸びていると邪魔なので、長く伸びているものはすべてカットしました。カットしてすっきりしましたね。そしてこうして毎年仕立て直しをしてあげるとさらに増えてくれるので、初心者さんにもおすすめの多肉です。もちろん葉差しでも増やすことができますが、葉差しで増やさなくても増えてくれるので、あえて葉差しでは増やしていないんです。この残った茎部分にも小株がついているものがあるので、この小株がついている茎は後で別の鉢に植えておくことにします。小株ちゃんが落ちていると思いよく見てみると鹿沼土でした。小株がついていない茎はすべて処分します。こうして茎を抜いていると根張りがいいのがよくわかりますね。茎には枯れ葉がたくさんついていますが、あまりピンセットでつつきすぎると小株がポロッと外れてしまうので要注意です。小さすぎる小株はダメになってしまうことが多いため、ここは注意して作業します。最後に残った根をすべて処分して新しい土を足してきました。今回は少し水持ちのいい土を足しています。そしてもう一つの鉢には小株がついた茎部分を植えていきます。といってもいつものように土の上に
乗せるだけなんですけどね。真ん中には大きめの子を植え付けることにしました。こっちの方が大きいですね。植え付ける前に枯れ葉はきれいに取り除いておきます。そういえば去年の夏は熱中症になってしまったため、夏の後半は体調を崩し、なかなか多肉ごとができなかったため、このマクドガリー×ラウレンシスも夏の終わりに仕立て直しすることができませんでした。去年の夏に仕立て直しできなかったんですが、その前の年の9月に仕立て直しした時の動画です。この時は葉ざしもしていましたね。こうしてみると、夏に仕立て直しした株は少し葉が弱々しく見えますね。そしてこれが去年の9月のマクドガリー×ラウレンシスです。夏は葉が開ききっているため、あまり可愛くありませんね。やはり冬の寒さにあたり、このように株がキュッと締まってコロンと丸くなった姿の方が断然可愛いんですよね。こうして多肉植物を季節ごとに振り返ってみると、それぞれの季節により表情が違うのも多肉を育てる面白さの一つなんです。こうして動画を振り返ってみると、無理に夏の暑い時に仕立て直ししなくても、冬の間寒さに耐えて株がキュッと引き締まり、可愛くなったところで仕立て直しするのもありですね。その方が見た目も断然可愛く仕上がります。皆さんは季節ごとに多肉の動画や写真を撮って記録を残していますか？季節ごとの写真を見比べて、多肉の成長具合やその季節の変化などを見て違いを比べてみてください。そうすることでまた新しい発見があるかもしれません。そしてこのマクドガリー×ラウレンシスは、先ほどの9月の動画でも見たように、夏はどうしても葉が広がってしまうので、葉が広がるスペースを少し取って植え付けしています。最後にもう一つだけ植え付けておこうかな。はい、これでマクドガリー×ラウレンシスの仕立て直しは完了です。次は残った茎にも小株がついていたので、それをこのスクエア鉢に植え付けしていきます。今回使っているこの土、実は畑の土なんです。今ちょうど夏野菜の苗を家で育てているので、畑から雑草や野菜の残渣で作った堆肥を持ってきていたんです。というのも、以前谷友さんが畑の土で立派に育てた不死鳥の写真を見せてくれて、それで私も畑の土を使って多肉を育ててみたいなと思っていたところだったんです。そしてちょうどいい機会なので、このマクドガリー×ラウレンシスにも使ってみようと思い、
用意しておきました。そしてさっきあれほど小株が取れてしまうので注意して枯葉取りましょうなんて言っていたのに、ポロッと小株が落ちてしまいました。まだ3、4ミリしかない小さな小株ですが、とりあえず一緒に土の上に置いておきました。これで茎についている小株ちゃんたちも無事に植え替えが完了しました。そしてまだいくつかカットした株が残っているので、これはちょうどいいかもということで、今回はこの残ったマクドガリー×ラウレンシスを使い、畑の土といつもの土で成長の違いがどう出るのか検証実験をしていこうと思います。皆さんはどちらの土の方がよく育ってくれると思いますか？ということで今日はマクドガリー×ラウレンシスの仕立て直しと新しい検証実験のスタートです。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。